ARZ154BZ にガンダム TR6 バーザム2レジオン露覚仕様アドバンスオブゼータリブートバージョン。 TR6 のバーザム形態で TR 計画における TR6 のバリエーションの一つ。他のバリエーションに比べて総合性能では劣るが、連度の低いパイロットにも扱いやすい仕様となっている。 TR 計画機とはカラーリングだけではなく、脚部の形状や武装なども異なっている。コアとなる TR6 ウンドウォートにバーザムの獅子を取り付けた機体であるが、性能はオリジナルのバーザム2と大差はないとされる。エレノアサテライトリンクシステム起動時、使用時には頭部ブレードアンテナを展開。この際、外観がガンダムタイプモビルスーツに変身するため、敵味方の双方に心理的影響を与えるようになっている。というわけで、どうも皆さんお疲れ様です。プラシキです。今回はアドバンスオブゼータリブートガンダムインレ黒ウサギの見た目に登場するガンダム TR6 バーザム2レジオン露覚仕様を作っていきたいと思います。発売は2024年8月。プレミアムバンダイ限定で販売価格は5280円となっています。このキット HG では結構高額な部類に入る5280円となっています。箱もこんな感じで少し大きいですね。厚さはあまり変わらないんですが、横がやはり大きくなっているような感じとなっていました。それでは早速内容物チェックをしていきたいと思います。まず内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、そしてランナーを取り出してみました。金額が高いだけあってやはりランナー数も多いですね。内袋も8袋とかなり多かったんですが、ランナー数も多くなっています。このような数となっていました。今回のキットですが3種類のランナーに分かれていました。こちらがバーザムレジオン露覚仕様のランナー。以前作ったバーザム露覚仕様と全く同じランナーが使用されていました。この辺りも一緒ですね。ランナーの構成は若干違うんですが、入っているものは同じものとなっています。そしてこちらが TR6 ウンドウォートのランナーとなっていました。そしてこちらのウンドウォート、カラーリングが赤に変更をされています。でこのウンドウォートなんですが、ただのウンドウォートのランナーとウンドウォートのアドバンスオブゼータリブートバージョンのランナーが混同されているような感じとなっていました。この辺りはウンドウォートのランナーですね。そしてこちらがリブートバージョンのランナーとなっていました。このような感じとなっています。そしてこちらが今回のバーザム2の新規ランナーとなっていました。4ランナーあります。このような感じの作りですね。基本的にはバーザムの作りと変わらないようなランナー構成となっていましたが、このようなプラスチック少し柔らかめの新しい感じのプラスチックが使用されていますね。この辺りも新規のランナーとなっています。このパーツのみがヘイズルのパーツが含まれていました。そしてこちらポリキャップ、そしてマーキングシール、ホイールシールも付属、そしてビームサーベル、そして説明書ですが、プレ版おなじみの白黒の見開きタイプの説明書が付属をしていました。工程数自体はそこまで多くないような印象となっていました。このような感じとなっております。そして余剰パーツ見ていきましょう。恐ろしいほどの余剰パーツですね。かなり×印がついています。これは組み立てるときに少しややこしい感じになりそうな気がしますが、どのような感じになっているのか組み立てていきたいと思います。まず組み上がった胴体部のパーツから見ていきたいと思います。この部分ウンドウォートがベースとなっているようですね。少し形状などは違うんですが、ウンドウォートのパーツが流用されている部分もありました。こちらは新規のランナーが使われています。そしてこのようにパーツを左右に取り付け、ジョイント、軸でのジョイントとなっています。どうですかね、この結構ゴツゴツした感じ。個人的には非常にかっこいいかなっていう感じなんですが、このミサイルランチャーの部分はこのように展開をすることが可能となっています。ギミック搭載されています。結構作りとしてはいいですね。この部分のパーツ取り外しで、パーツを乾燥すれば他の腕部のパーツを取り付けできたりするような構成となっているようです。可動域に関してはこの程度ですね。さあ頭部パーツですが、このような感じで2種類付属をしていますね。エレノアサテライトリンクシステムですかね。で、このブレードアンテナの展開した状態と閉じている状態2種類を差し替えで再現ができるようなパーツ構成となっていました。
さあ、そしてこちらがブレードアンテナを閉じた状態の頭部ですね。顔がガンダムタイプの顔となっていますが、やはりバーザムに近い形状をしていますね。合わせ目なんかは出ないような作りとなっていました。こちらがブレードアンテナを展開した状態。こちらの方がよりガンダムタイプに近いかなという印象を受けました。こちらも同じく構成的には合わせ目が出ないようになっています。バルカンあたりも色分けされていますね。さあ続いてワン部パーツ。ワン部パーツですが、以前作ったバーザムのレジオン露覚仕様と全く同じものとなっています。可動域なんかもまるで同じですね。このような作りとなっていました。完全に同じ部品が使われているようです。続いて脚部パーツ。こちらのパーツに関しても膝下はバーザムのレジオン露覚仕様と全く同じ構成となっています。基本的に使われているパーツなんかも一緒ですね。可動域なんかも同じとなっています。このようにホバーユニットもしっかりついていますね。こちらも展開状態と収納状態が再現をされているような感じとなっています。足首なんかも可動域はそこそこあるような感じとなっていますね。つま先の部分は動きます。左右は少しだけ動くような感じとなっています。そして膝から上の部分はウンドウォートと同じ構成となっていました。ほぼ同じ作りになっているんじゃないでしょうか。ちょっと作ったことがないのでわからないんですが、この辺りなんかも可動域が設けられていました。そしてこの後ろの部分のパーツは展開をすることができるようになっています。この部分にもギミックが収納をされています。こういう形で展開ができますね。この辺りはウンドウォートらしい作りになっているんじゃないでしょうか。カラーリングは赤になっていますが、全体的な作りとしてはウンドウォートの構成、そしてこのパーツに関してははめ込み式でこの部分に2箇所ではめ込むような構成となっていました。この突起の部分は一体成形ですね。ジョイントはこのようないつもの感じのジョイントとなっています。四角いタイプのジョイントパターンですね。なのでこういう構成なので足が少し長くなっています。そしてこのホバーユニットの部分にはバーザムのレジオン露覚仕様と同じようにユニットをしっかりとつけることが可能となっていました。この辺りも全く同じ構成ですね。続いて腰部パーツ。腰部パーツは結構新規のランナーが使われていました。ウンドウォートがベースにはなっているんですが、少し構成が変わっています。このように底面にはアクションベース用のポリキャップのジョイント穴がついていますね。このリアスカート的な部分はバーザムの露覚仕様と変わりません。この上の部分ですね、なんかもウンドウォートと同じ構成となっていました。この位置が少し可動域が設けられているような感じとなっています。この位置もこのように展開することが可能となっていました。そしてこちらのフロントの部分にサブアームが収納をされています。このような感じ。そして内部の方にこういったビームサーベルの持ち手の部分が収納をされていますね。そしてこちらのサブアーム、別パーツを取り付ければ展開状態を再現できるようになっていました。この先の部分にビームサーベルを横につけることもできますし、縦に取り付けることも可能なギミックとなっていました。それではその他パーツ、武装類見ていきたいと思います。このビームライフルなんですが、形状的にはバーザムの露覚仕様とほぼ一緒なんですが、少しだけ異なる部分がありますね。このタンクというか断層というか何ていうか分かんないんですけど、この右側のバーザムレジオン露覚仕様と比較した状態ですが、こちらに接合するジョイント部分が追加となっています。そしてこちらの丸いパーツが追加となっていますね。この部分ですね。そしてこちらのパーツがグレネードランチャー。今回のバーザム2の新規ランナーとなっていました。このように持ち手の部分が動く、展開できるようなギミックが搭載をされています。こんな感じで。そしてこちらのパーツなんですが、展開を収納した状態でこちらのビームライフルの方にドッキングすることが可能となっています。この武器かっこいいですね。このような感じの構成となっていました。そして先ほどのグレネードランチャーなんですが、単体でこの腕の
上腕部に取り付けることができるようになっていました。もちろん持ち手で持つことも可能となっています。結構しっかりつきます。そしてこういう風に展開も一応できるようになっていました。そしてビームサーベルは1つ、エフェクトパーツが1つ余るような感じとなっていますね。シンプルな作りとなっていました。さあ、それでは全てパーツで揃いましたので、取り付け可動域見ていきたいと思います。まず下半身から、このような感じ、下半身結構しっかりと取り付けできました。安定感もありましたね。接合部分は結構しっかりとジョイントされるような感じ。そして可動域はある程度開けるようになっていました。前後に関してはかなり大きく開くことが可能となっています。そして膝部分はこのような感じで、ホバーユニットを展開すれば結構曲がりますね。そして上半身、この位置はボールジョイントでの接続となっています。このような感じの上半身。そして腕部は水平方向までは上げることが可能となっていました。この胴体部分に接続している両側のパーツも動くので、まあダブルで動くような感じとなっていました。肘に関しては変わらないですね。バーザムの時と同じような展開となっています。このような感じの上半身の可動域となっていました。続いて頭部パーツはボールジョイントでの接続となっています。このように前後へは結構動きますね。そして左右はこの位置まで。干渉するのでこの位置までとなっています。さあ、下半身とジョイントをしてみましょう。軸でのジョイントとなっていました。ポリキャップレスでのジョイントとなっています。結構しっかりとジョイントされますね。このように各関節の保持力はまあまああるような感じ。結構大型の機体にはなるんですが、しっかりと保持はされているような印象を受けました。胴体は左右に少し動くような感じとなっていましたね。結構かっこいいんじゃないでしょうか。ガンダム TR6 バーザム2レジオンの各種を完成しました。さあ、そして皆さん気になってたと思うんですが、余剰パーツを見ていきたいと思います。こちら運動度の余剰パーツになっていますね。こんな感じで胴体部分なんかも組めるんですが、一部パーツをバーザム2の方で使ってるので、完全には単体では組めない状態ですね。こんな感じの余剰パーツも付属をしています。このパーツなんかも今回はちょっと使い道がないですね。コンポジットシールドブースターがついていないので、こちらは使い道がなさそうです。そして一応運動オートも組むことは可能ですね。ただこちらバーザム2を一回分解しないと組めないので、結構大変かなという印象を受けました。ただこのように組むことは可能となっています。そしてこちらがバーザムレジオン露角仕様の分の余剰パーツとなっています。こんな感じで物合いの部分のクリアパーツがついてないので、その部分がちょっと再現できないような感じですね。それ以外の余剰パーツについてはしっかりとこのように組み立てることが可能となっていました。そしてビームライフルの持ち手、バルカンポットも付属、ビームライフルのこちらのパーツも付属をしていました。そしてこちらがバーザムの露角仕様ですね。こちらパーツの差し替えで組み立てることが可能となっていました。この余剰パーツの取り扱いについては、元のキット持ってない方は説明書が公式でちょっと見つけられなかったので、組む時にちょっと大変かなという印象を受けましたね。この辺りできてくれると親切なんですけどね。さあ、ガンダム TR6 バーザム2レジオン露角仕様完成しました。素組みで作ったこの感じ、見た目どうでしょうか。結構足が長いタイプのモビルスーツになってますね。スタイルがよくできていると思います。各関節の保持力もまあまあある方だったので、ポージングなんかも結構決まるような印象を受けましたね。この赤い機体がかっこいいですね。それでは少しポージング見てみましょう。個人的にはこのバーザムのタイプのヘッドの方が好きですね。なんかかっこいい感じがしますね。そしてサブアームもこのように展開した状態も作ることが可能となっています。そしてこちらがブレードアンテナを展開した状態、よりガンダムタイプに近いタイプとなっています。印象がすごく変わりますよね。このタイプのヘッドをつけるとさっきのバーザムの感じとまた違った感じが楽しめていいんじゃないでしょうか。後ろ姿もこのような感じとなっています。そして正面からはやはりこのバーザムタイプがやっぱり好みですね。個人的には非常にかっこいい感じがするんですよね。そして前回作ったヘイズル回のこのシールドブースターを取り付けることなんかも可能となっています。このあたりアドバンスオブゼータらしいですよね。
各武器を展開することも可能になっていました。こんな感じで取り付けることも可能となっています。そして並べてみてわかるんですが、このように身長やはり高いですね。脚部が長いだけ身長高くなっています。さあ皆さん、素組みのバーザム見ていただきましたが、どのような印象を持たれたでしょうか。結構高額キットだったんですが、高額の謎が解けましたね。今回ガンダム TR6 バーザム2レジオン露角仕様を素組みした感想ですが、実際ウーンドボートとバーザムにプラスして今回のキットができるような感じになっているので、金額が高くなるのもわかるのですが、余剰パーツが必要ないよという方にとっては割高に感じるキットになっているのかなと思ったのが正直な感想です。作りに関してはスタイルも良く、可動域もそれなりにあり、色分けなどもされていると思います。少しだけ股関節の強度は脚部が長い分弱い部分があるので、遊ぶ方は調整が必要かもしれません。余剰パーツに関してはいい方に捉えると、アドバンスオブゼータらしく色々と組み替えて遊びたい人には嬉しいキットになっているんではないでしょうか。キット自体のプロポーションや見た目はとてもかっこよく仕上がっていると思います。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。